実際にデビューした VTuber で1年後 50% 半分ぐらいがね、引退してる状態です。引退した VTuber に共通するのが、なんとなく面白そうだから他になればいいかなって結論は、目的がないと成長を自分でも実感できなくて悪循環が起きて質の低下を招き、モチベーションが低下した時に引退というシナリオになります。継続活動にはメンタル管理が必要で、やる気の原動力には目的が必要です。お金は人間の感情エネルギーと思っています。配信業は人々の意識を集め、感情をお金に変換しているからです。それに気づいた人々っていうのは、アーカイブに残り自分の分身として宣伝してくれる YouTube やその動画配信サイトに参入してきました。初心者必見 VTuber を始める前に最初にすべきことは、まずはいろいろ機材を買ったり、ライブ 2D、3D、それをお金をかける前に、まずは心の準備がないと、落差が生まれて、やめる原因、挫折につながるので、YouTube の伸ばし方、モチベーションを保つためにね。そして、伸びなかった場合、っていうかその期間の方が長いので、モチベーションの保ち方、VTuber を通して職業としてお金を稼ぐ方法を学ぶ講座です。半年の VTuber 経験と、私登録者が900人いるので、その時点の経験を記録しています。動画を投稿するだけではチャンネルを成長させることはできない。で、このさっき言った伸ばし方、モチベーション、VTuber を通してお金を稼ぐ方法。これがお金を稼ぐことができたら専業でやっていきますよね。ここには書いてないけど、何万人いたら専業としてやっていけるか。広告収入だけで言えば3万人とも言われています。で、その広告の単価も 0.1 円から 0.8 円くらいの誤差があります。ジャンル選びも大切です。で、この私のチャンネルは収益化の研究をしています。今後の未来は YouTuber 配信業で生計を取る人が当たり前となる時代です。でも、新しい職業なので不安に誰だってなります。不安になる原因は予想ができないから先が見えなくなるとはよく言ったものですよね。で、挑戦するなら成功すべきです。行動に移すだけでもう少数派のエリートです。みんな応援してくれなくても自分だけは最後まで信じてください。再現性の高いので、ぜひあなたも配信業の参考にしてくださいね。VTuber を始める前に最初に必要なことを解説します。まず、目的を持つこと。目的とは成し遂げたい内容です。あなたが VTuber となって何を成し遂げたいのかという話になります。なぜ目的が必要なのか。それは継続して活動するためには理由が必要だからです。モチベーションが下がり、頑張る理由を見失うと引退につながります。これは応援しているリスナーが最も避けたいことです。活動を停止したら忘れ去られます。継続活動にはメンタル管理が必要で、やる気の原動力には目的が必要です。行動経済学のダン・アリエリー教授で、人間は意味のない作業を嫌うことが証明されています。悪いノリで活動すると、動画編集大変だな。ライブ配信つまらないな。あれなんで YouTube 始めたんだろうな。で、その結果、クオリティの低下、企画の使い回し、マンネリ化、成長のない退屈なチャンネルとなります。そういったチャンネルっていうのは、見たくもないし応援したくもないでしょうね。結果が出ないことからモチベーションの低下が生じます。実は本気じゃなかったんだとか、よく聞く大人の言い訳ですね。VTuber さんを分析してみるっていうデータを見てみると、実際にデビューした VTuber で1年後 50% 半分ぐらいがね、引退してる状態です。引退した VTuber に共通するのが、なんとなく面白そうだから他になればいいかなという方が大半です。なんとなく始めた人も再生回数や登録者が増えたら嬉しいなと思います。お察しの通り、曖昧な目的では視聴者に共感されず一貫性がないから評価されないです。コンテンツの質で比べられたらすでに実績のある YouTuber が質が高いことが容易に想定できます。よって何を応援すればよいかもわからないので、登録者が伸びない、認知されないから再生数も伸びない。で、結論は、目的がないと成長を自分でも実感できなくて悪循環が起きて質の低下を招き、モチベーションが低下した時に引退というシナリオになります。そして、なんとなくで収益化は難しく、私は困難があってやる気が出るタイプなんですね。だから、
YouTube は難しいコンテンツ、スイッチの方が簡単って言いますけど、だから上等だよって調整しています。あともうちょっとなんですよね。チャンネル登録者数の割合です。ほとんどは1000人未満のチャンネルが多くて、上位 15% が1000人以上ですね。登録者1000人っていうのは倍率が高いです。私も2021年4月から活動を始めて半年の時点で、今は、これ850人って書いてあるけど、今は900人。収益化までは1年要する感覚ですね。1年間なんとなく面白そうという気持ちでは継続しないのは明らかにわかります。目的が曖昧でモチベーションが保てずに引退休止に追い込まれています。そういう人たちが多いですね。で、目的とは、あなたが YouTuber で何を成し遂げたいのかなの答えです。目的と手段は異なります。目標登録者1000人を到達しても単に数値なので達成感はありません。そして細分化できないため、果てしない道のりに感じた経験があります。一方、目的は何で登録者1000人を目指すのかですね。これは影響力1000人分を使って何をしたいのか、収益化したい、人気者になりたい、みんなに経験を伝えたい。目的は別に道徳問わず自由です。目的は複数あった方が心は折れないんです。よく格言で、一つのカゴに卵を盛るなって言いますからね。ライフポイントとなる目標っていうのは、多い方が死ににくく、メンタル耐久性が増します。私の目的は、信用の構築、チャンネル登録者数1000人かつ収益化の信用力、Google が影響力を保証する信用力、アウトプットに知識の定着、書籍の宣伝予定、配信技術やマーケティングの記録レポートですね。これはね、実験記録大好きです。伝える話し方の経験というものを学んでいます。迷走しないように目的を設けることが必要です。よくわかりました？目的達成には膨大な時間を要することから、仮に100歳まで来たとしても3万回朝を迎えたら大体死にます。自分の命を削る代償がある。途中でやめてしまえばゲームや好きな娯楽に時間を費やした方が幸福です。YouTube や配信は目的を達成する手段です。なんで目標ではないですね。YouTube チャンネルはあなたのポートフォリオになる配信の手段として何ができるのか、実は広告収入なんておまけに過ぎません。っていうものはまた後で説明します。例えば私の目的、もう一回もっと掘り下げてみます。マネタイズの実験が好きで、大学の時から工業系ですけど、卒業論文を誰よりもこだわる人でしたね。単位も学年で一番多く取得して、とにかく学ぶことが大好きです。人々が働く理由はお金のため。そのお金の正体を知りたくなってきたんです。信用経済、信用はお金に還元できる。お金は人間の感情エネルギーと思っています。配信業は人々の意識を集め、感情をお金に変換しているからです。それに気づいた人々っていうのは、アーカイブに残り自分の分身として宣伝してくれる YouTube や、その動画、配信サイトに参入してきました。過去の歴史でゴールドラッシュがあります。銀鉱山にアメリカンドリームで人が押し寄せた話です。でも実際に一番儲けたのは、採掘者ではなくてスコップを販売する業者です。YouTuber でも同じ現象が起きると予想ができます。そこで YouTuber アドバイザーマネジメントの需要が高まる。コンサルタントとなるためには実績が必要です。そのために YouTube 登録者1000人を達成し、収益化を達成した実績が来る信用を構築しようと思います。半年間モチベーションが下がることもありましたけど、目的があったために何度も復活することができました。まとめ、目的があれば継続ができる。不安要素としては VTuber はオワコンにならないのか、私も取り組む以前は不安に思っていました。活動でモチベーションを上げるために VTuber の将来性を解説している動画が、これ、センリさんが解説していて、それをベースに私がもう一回リメイク版、私の視点で作り直しています。参考動画、これ2018年のことで、私の意見2022年から考えます。彼は、古い主義は危険と発言しています。趣味のあるときは、概要欄に貼っておきます。で、私の視点です。どんどん AI が機械化が発展し、単純な労働っていうのを消滅しています。
通常は機械が行って、それで補えないっていう時は、人が補う、不足分を補うぐらいですね。需要は低下します。アルバイトをしていても、信用は自身にはつかずに、雇った側の企業の利益となっていきます。企業はあなたを雇いたいんじゃなくて、あなたからの労力を時給制で買いたい状態です。機械で代用ができるということは、その分野で人間の価値を提供することを表しています。機械化で消える職業、増える職業の特徴を証明しているようです。このサイモン教授という方は。セイミさんの解説によると、機械化により消える職業の特徴は単純な作業、やりがいがない。逆に、機械化により増える作業というのは複雑な作業と高いやりがいです。機械化で増えた職業は YouTube 業界です。配信者のために動画編集、企画、事務、そういう業界が増えていきます。で、結論、オワコンの可能性は極めて低いです。VTuber がオワコンになる可能性は低くて、YouTube 業界より推定するのは他のプラットフォーム、配信プラットフォームだと思います。だから心配せず、成功は自分の力量にかかっています。YouTube 配信者、ゲーマー、プログラムエンジニア、YouTube プラットフォームにこだわる私の理由っていうのは、世界のネットの支配しているのは Google、その参加の YouTube がなくなることにより、他のプラットフォームが消滅しやすい。だからフォロワーを集めてもプラットフォームが消滅したら信用力を失いかねません。だから YouTube を拠点とする必要があったんです。じゃあライバルとどうやって差をつければ良いのか。最優先することは戦わないことです。他にチャンネルと比較されないことです。では内容に行きましょう。私が紹介したいチャンネルはこのハウツ系の動画です。上の点はポイントは2つ。長期にわたり再生される Google 検索からの流入がある。それぞれ詳しく説明していきます。長期にわたり再生されるこの分野。ロータリーエンジンって何なのっていうものに検索してもらうと、8つのうち5つ。5個の動画が私の動画です。トップを取ってるんですね、SEO で。で、40万、1つの動画で40万再生回数と VTuber としては破格の数字です。Google からの流入が毎月1000回再生されていて、投稿時から5年間ずっと続いています。学生の時勉強したことを自分のために忘れないように作ったものです。だから、ハイツー系動画っていうのは今にわたり変わらず、長く再生され続けるという利点があります。長期にわたり再生される。もう一つは Google からの検索流入がある。他に、このブログでリンクにされている方もいます。だからもうちょっとね、マニアックかな、車かな、開発される動画を作ってもいいかな。これは別チャンネルで作った方がいいですね。これは皆さんご存知の通り YouTube が Google の傘下です。検索のトップに YouTube が表示されることも多くなりました。動画がテキストの数千倍の情報量があり有益なコンテンツだからです。結論、ハウツー系の動画っていうのは Google 検索かつ流入が期待できます。他のチャンネルと違う大きな強みを持っています。過去の動画が検索上位を独占した理由は販売を上場したエンジンの紹介です。もっと言うなら、新規参入者や若い人っていうのはロータリーエンジンを知る機会がなく大手チャンネルが参入しないからです。あなたがお得であればチャンスです。得意な分野で Google 検索に優遇されましょう。DIY やキャンプや密にならないアクティビティっていうのも後押しやトレンドになっています。Google が出た YouTube や掃除など自宅時間を活用するカテゴリー、とにかくコロナで発生したトレンドの波に乗ったもの、これを把握することがポイントです。今回の動画企画のまとめです。継続が最優先ということ。目的設定が必要。YouTube をはじめとする配信は年単位の長期的な視点で取り組む必要があります。2022年、これから伸びる YouTube チャンネルを作ることが非常に難しくなってきています。YouTube の仕組み、モチベーションのコントロール、配信として稼ぐビジネス。成功するには3つの全ての必要があります。全てを知るためには膨大な時間がかかります。できる人と協力すればチャンネルの成長は倍速で差が出ます。私はマネジメントとしての管理が得意です。それをチャンネル登録者、収益化。ということで、趣味からの実績に変えたいです。趣味で終わるんじゃなくてね。ビジネスで挑戦したいことがあれば、コメント欄にて反応が今可能です。なのでシェアをする。
得意なことをみんなでシェアして、で、苦手をみんなコメディで補う。そういうものが会社なんだろうな、と思います。稲山玉木さん。この人は20代の女性でありながら、都内の高級マンションに住んでいます。お金持ちです。中の人も情報を公開している少数派です。で、チャンネル登録者数は、今は80万人ぐらいだったかな。イラストや漫画家が VTuber になるってことは珍しくない今ですけども、当時2018年は珍しかったですね。今は VTuber の事務所ノリプロも設立して法人化をしています。多分節税のためだと思いますがね。VTuber トップクラスのビジネススキル。漫画家として成功していた彼女はなぜ VTuber になったのでしょうか。それは本人の動画でも言っているんですけど、お金が欲しい、自分の作品をたくさんの人に届けたいと言っています。曖昧な理由ではなくて、ビジネス戦略の一環として VTuber になっています。なぜ VTuber が儲かるのか、それは信用経済で、信用というのはお金に還元ができる。欲しいものリストやスーパーチャットの投げ銭、クラウドファンディング、こういうもので、信用があるとお金に明らかに変換されています。またそのお金というのは宣伝力、広告費というものにも変形ができます。お金よりも信用力を重視する考え方。SNS 社会では高い信用力っていうのはお金に変換できます。インフルエンサーと呼ばれる人々っていうのは高い信用力を持っているために大衆に影響を与えることができます。この高い信用力を宣伝に利用することをインフルエンサーマーケティングと言います。登録者10万人とか数万人超えるようなインフルエンサーというのは一言で大衆を動かせるだけの影響力を持ちます。このようなインフルエンサー影響力を持った宣伝の方法をインフルエンサーマーケティングと呼びます。インフルエンサーを大量に抱えるフォロライブって書いてある。一時産にはとんでもない平均まで成長しています。そして高めた信用力はどう使えばいいのでしょうか。VTuber は大抵信用力を他のコンテンツ、他社のコンテンツを宣伝するために使っています。そして稲山玉木さんの特徴っていうのは、信用力っていうのは自身のコンテンツの宣伝に利用しています。VTuber がどこからお金を得ているのか、それは Google から受け取る広告の宣伝費です。一つの信用力で、あなたの動画には宣伝効果がありますよと Google が保証していることを表します。衝撃の事実なんだよね。企業は広告費を支払うことで払った金額よりもはるかに大きい利益を手にしています。広告費用は多くても化粧品で 20% です。Google から広告宣伝費が支払われるのはクリエイターにとって嬉しい出来事なのですが、実際は企業ははるかに大きな利益売上を手にしています。本来インフルエンサーに商品の宣伝を依頼すると膨大な広告費がかかります。ところが、稲山玉木さんの場合は、自身が VTuber として活動するだけで1円の広告費を支払うこともなく、20万人以上、今80万人の自身の作品を宣伝できるというわけです。具体的に彼女の VTuber チャンネルの伸びに比例して売り上げが増加していきました。彼女の販売している漫画や同人誌 CD、コミックマーケットで同人誌の売り上げも VTuber を始めてから目に見えて増加して、コミックマーケットの開催のたびに売り上げの最高記録を更新しているようです。VTuber になってからお金が儲かって仕方がない配信でもたびたび発言しています。結論、彼女の戦略はブランディングと呼ばれるものです。顧客が自発的に購入しに来る状態、彼女の配信を見て面白い。ファンになった人々が自発的に彼女の商品を買いに行くという構図になっています。面白い配信をコツコツ続けているだけで、直接商品を進めているわけではないです。Google の商品広告はおまけに過ぎません。稲山玉木さんのように自身のブランドを確立し、信用の力を自分自身のコンテンツの販売に使う。Google とは比べ物にならないほどの利益を上げることが可能です。そもそもどうすれば信用力を高めることができるのかが、お金を稼ぐことは、難しいけど、信用力を高める方がもっと難しいんだ。それを聞きたいんだよ。ですよね。顧客で VTuber の稲山玉木さんが好きという人は、同じ絵柄の佃煮のりお先生の作品も見たくなります。一方で、漫画を読んで佃煮のりお先生のファンになったっていう人は VTuber の稲山玉木さんも見てみたい。そういう風になります。
彼女の目的は YouTube、アニメ、ラジオ、Twitter、Pixiv、テレビ、写真集、漫画、イラスト、音楽 CD など多岐にわたります。これら全てから彼女を知る機会が生まれてきます。チャンネル数を増やすことで、チャンネル数を増やすことで彼女の YouTube チャンネルにたどり着き、登録者が増える確率も向上していきます。それだけじゃなくて、このチャンネルで一人のファンが増えた場合、他のチャンネル全てに購買されるという可能性が生まれてくるわけです。それだけじゃなくて、チャンネルとは間違った。このように複数のチャンネルを結びつけることにより、チャンネルを展開させることで、彼女の知名度売り上げが爆発的に増加していく仕組みです。まとめですね。お金持ちになりたい、自分の作品を多くの人に届けたいという思いを持っている人は、まずは自分の信用力を高める必要があります。自分に合ったサービスの信用スコアを高めることで、あらゆる活動に役立てることができます。信用力を高めるには、主にチャンネルを展開して、あらゆるところから自分を知ってもらうのが有効だと思われます。そして、お金持ちになるためには、高めた信用力は、他のコンテンツではなくて、自身のために使うということが必要です。これからの時代、私たちは年功序列や終身雇用という古い概念を捨てて、彼女をお手本に新時代の新しいキャリア形成の方法が必要となるのではないでしょうかね。あとは、最終的には私に対して固定のファンを作るということです。継続的な活動を見せることは条件で、売れている人を分析しているとコンスタントにコンテンツを出し続けています。とにかくアウトプットしてその人たちにアピールするっていうのが大事。財産になるコンテンツっていうのは先ほどずっと再生され続けているハウツー系の動画、教育系の動画、考察系ですね。ずっと求められる一定の層があるからです。視聴者に普遍的な価値を提供し、時を超えて支持されているもの、そうじゃないと安定した再生数にはなりません。多方面から存在を認識してもらうために、オムニチャンネル環境を構築することが有効でしょうね。ライブ配信やこのようにね、グッズ販売はライブスタンプだったり、チャンネルのメンバーシップ、オンラインサロン、書籍の出版、場合によっては実店舗を出したり、信用性は担保されます。登録者数は情報発信量に比例します。情報自体は調べればわかることなので、情報自体の価値は低いんです。コミュニティを持つ必要があるのか。これは、持続することにより一人でできなかったことが可能になるからです。会社は終身雇用制度の崩壊、個人のフリーランス時代が到来しました。一人で生きていくでも一人では力不足っていう人が多いでしょう。具体的に有名 YouTuber はコミュニティ化しているのが確認されています。VTuber も同様に一人では完成度の高いサービスを提供するのは困難です。現在は数人で撮影して裏方さんも募集して、企画もグループで作ってるんです。やっぱり今世の中では一人は厳しくてコミュニティを持ってみんなで作り上げないと太刀打ちできません。今後はファンクラブやコミュニティサロンが乱立してそこに所属しないと一般的には難しい世の中が来るんでしょうね。仕事、学校以外にも自分が好きなコミュニティは人生を豊かにしてくれるためには必要です。同じ価値観、自分が好きなコミュニティに入るので、授業ではなく少人数でオンラインもできます。ファンクラブは毎月のお金を支払うことで中心となる人物の活動を応援している仕組みです。月額課金を契約することでファンクラブの会員となって限定的なコンテンツを知ることができます。例えば、限定の動画、限定ボイス、限定の記事。で、問題点は、新規ファンの獲得にはつながらないところです。全体公開の動画やコンテンツの更新頻度を下げてしまう。限定公開するよりは無料で公開した方が、新規ファンは増えます。で、この葵さんが作ったファンクラブ、コミュニティか。コミュニティっていうのは第三形態です。ファンと配信者が一体になってコンテンツを作り上げる。ファンの離脱を防ぐ効果がある。じゃあなんで効果があるかっていうと、一緒に取り組むから、自分ごととして取り上げられる。既存ファンの維持が必要。ファンの構成っていうのは、新規ファンと既存のファンで構成されていて、面白くなかったら、
ファンっていうのはちょっとずつ抜けていくんですね。だから新しいことをしてファンを開拓していく必要があります。以上は配信内容ですね。言いたいことは全部言いました。チャンネル登録者数が900人って言うけど、実際にアクティブなファンっていうのは、毎回900人が見てくれるわけではないので、母数を増やす必要があるんですよね。次にお前は思わず笑っちまったぜ。という。思わず笑っちまったぜ。次にお前はという。うわりー。次にお前は